皆さん、こんにちは。リレストロト G の時戸でございます。はい、小作です。先日ですね、はい、動画で公開させていただいた、格ゲー研究室の第21回。はい、ガフロさんに作ってもらった、はい、おしゃぶり型ボタン。あれがですね、すごい反響となっておりまして、それに対する、アンサー動画。アンサー動画、自分たちで。はい。今回ね、せっかくの機会なんでやらせていただければなと思っております。お願いします。はい。まあ、動画を撮ったのが、まあ、おそらく、オーストラリアの大会の後、直後ぐらいだったと思うんですよ。編集の、リソースの話もありまして、で、公開がね、この時期になってしまったということであります。でですね、後、僕もちょっと試してみたんですよ。継続的に。そうなんですね。ああいうのだってもう、あれで、可能性感じますとか言って。言った確かに。でもやんなかったでしょ。確かに、今やんなかったっすね。いや、一応やりました。さすがだな。案の定、怒られましたね。え？誰に？同居人に。あんた何やってんのともう、恥ずかしいからそれやめて。だからまず、そのハードルありますよ。なんか言われた家族とか。それがひょっとしたら一番大きなハードル。面白い。あと、まあ、使ってて、はい、思ったのが、はい、暴発。あるんすね、やっぱり。暴発しちゃう。なんかあとね、コメントの方で、確かにそうだよなと思ったのが、力入れてると、どんどん力が入っちゃうんだっけな。なんかね、やっぱり、暴発しちゃうんですよ。そのうち。無意識化で。無意識化で。それは、難しいなと思いました。だからこっちにやっぱ少しでも意識いっちゃうと、本当に全集中力を割きたいので。そりゃそうだ。多分ちょっと難しいのかなと思って、まあ、練習次第でどうにかなるかと思ったんですが。その時よだれはどう？あとね、よだれもあります。そうっすよね。やっぱよだれが。それはそうですよね。ただよだれとかは別に、さっきの話もそうだけど、見た目なんか気にしてる場合じゃねえだろっていうのが、そうですよね。我々の研究室の本会でございます。確かにね。外マッドですけどね。そこを取っ払っていくと、暴発とか、あとは、まあ、本当にこれちょっと言い訳なんですけど、ワールドウォリアーで、僕は1回目、97位だったのは、それのせいもあるのかなと。ワールドウォリアーは僕、まあ、ルーザーズ落ちてからですけどね。ルーザーズ落ちてから。マジ？そう。じゃあ、つって？そう、もうしょうがねえな。だって、確か、開幕残儀の人にやられたんですよ。そう、やられてた。やられてた。で、もうしょうがねえなっつって、これで行くしかねえ。なって、で、まあ、それも振るわずと。本当よかった、権利取れて。じゃあ結構長い間、ワンチャンあるかなっていう感じで。いや、それが、まあ、1日使って、あと、ワールドウォリアーの時に、もう、ルーザーズに行って、もう、イライラしちゃって。まあ、その時に、だからもう、しょうもないやり方ですわ。これでひょっとしてなんかうまく噛み合わないかなと思って。こんなんで絶対噛み合わないから。噛み合わせだけにね。痺れるんだよ。いや、そんなこと言ってましたっけ？だから疲れちゃうんですよ。多分1時間ぐらいでやったんですけど。1時間でもやっぱ持たないっす。だからガフロさんに使ってもらったのは、まあプロトタイプなんで、まあそれがもうちょっといい形があるんじゃないかなってことで、なんかたくさんですね、コメントをいただいて、専門家の方からも、なんか抜粋させてもらえますか。はい。回復期に勤務している理学療法士です。大変貴重な動画をありがとうございました。当院の施策で事例検討させていただいたところ、前歯では生理的な噛み合わせの観点から、下顎を前方へ出し続ける負担や、後方の筋力の問題から、奥歯で噛めるようにするとパフォーマンスが向上するのであったの仮説に至りました。指を欠損した方や脳卒中等で手、指に後遺症のある方の QOL 向上できる可能性のあるとても興味深い動画でした。投稿企画ありがとうございました。いや、貴重なご意見ありがとうございます。パフォーマンス向上という意味で言うと、やはり奥歯でやる方が負担が少ない。なるほど。で、もうお一方。
歯科医師ですが結構気になる。法律上問題なければ作りたいな。商品分類が難しくて、電子デバイスでありながら航空内に一部入れるので、商品として売り出すには正直難しいと思います。マウスピースを改造して航空内に発生装置みたいなのを入れる実験などがされているので、自己責任ということで。商品で売り出す場合は、医療機器かリハビリ器具みたいな位置づけで結構面倒なことになるのではないでしょうか。時戸さんロートやし、ワンチャンあるかと。これね、実は、学郎さんにお願いする前に、はい、ツイッターでね、こういうのありますよと。あー、なるほど。で、ただ、口の中に入れるっていうのが、入れちゃいけない金属とかが結構あるらしくて、あー、なるほど、確かに。そういうのを考えると、やっぱり、時戸さんに試してもらうのは難しいんじゃないかなっていうことを、気にされてる方もいらっしゃったので、ましてや商品として売り出すってなると、なんかそこら辺は、まあ、厳密な検査が多分必要な。繊細っすからね、口の中なんてね。商品化は、なかなか。まあちょっと自己責任から先へ行くのは難しくなりそうですよね。コメントで多かったけど、マウスピースそうですね。したらっていうコメントがマウスすごい多かった。それはどうですか？マウスピースって僕作ってもらったことあるんですけど、なんか気になっちゃいません？ああ、そうなんだ。僕はそのマウスピースは寝てる時に使うことで歯並びが悪くならないようにするっていうマウスピースだったんですけど、とてもこれをつけながら寝れないなっていう。自分もなんか矯正器具みたいなのやってましたけど、子供の頃、割と別にいけるなって感じでしたけど、てかまあ確かにマウスピースで歯型合わせて作って、噛む方が絶対疲れないなとは、まあ思いますよね。上位互換の感じでは、そうですね。じゃあこの携帯の次はマウスピースということで、やるのがいいのかな。ちなみになんですけど、はい、マウスピースとかやって噛み締めると力が出るみたいなの言うじゃん。はい、それは、はい、どうやら限定的なシチュエーションだけらしいよ。あ、そうなんだ。とある研究によると、はい、物を動かすとき、体を動かすときは、はい、食いしばると力が出ないみたいです。あ、そうなんですか？そうなんです。ただこう持ち上げた後とかでガチッと体を固める、なるほど、時は食いしばるといいという研究を昔僕の父がやっていたという。すごっ。このいろいろアイデアっていうか、はい、話の方がいい。はいはいはい、開けると、はい、開ける。普段閉じててパンってやったら反応苦しくなっちゃいそうだな。でもそうかも。びっくりした時にだからそんなんか別に他のラッシュとかでもってなっちゃいそうですけどね。ね、確かにそれが難しいんです。インパクトの時だけ押したい。そう、これ面白いのは神経伝達速度って1秒あたり約60メートルだったはずだから、歯までと足までで2メートル差ができるとしたら、2フレもフットペダルより速いはずなんです。これだから要は脳から伝達するとして、歯だったらまあそんなに長くないでしょ、足までだったらまあ1メーター50とかはあるから、まあ2メートルぐらいあるとか、そうなると確かにその2フレームぐらいフットペダルより速い。確かに。あとは音声認識。なんで横の人にって言われる。脳波はいいっすよね。いずれやりたいけど、そうですね。まあでもマウスピースね、マウスピースは現実的に感じちゃいますよ。おすすめのマウスピースを作って、市販してるマウスピースもある。なんかあるらしいですね。型取ってとか。じゃあ一旦それで簡易的なものでやるっていう感じなんですかね。これでもなんかうちの家族見たらなんか連絡来そうだな。確かに。でも最近なんていうか、まあ産学連携みたいな感じで、はい、例えばまたリジェクトとニューロが一緒になってなんかやるみたいなニュースもありましたし、研究機関とかがで開発するみたいな、そういうところまでできたらまあいいかなと。本当の研究室になっちゃうじゃないですか。冗談でつけたね。あとこういうのはちゃんとやる人が出てきたら本当にルールで多分規制されるとは僕らは思ってやってます。まあでもすごい面白いし可能性もある企画なので続けていければなと思いますね。でもそうっすね。
ガフロさんにマウスピースの知見は多分ないけど。一点聞いてない。ああ、そうですね。あの人すごいよく調べてくれますし、あとでスピード感がすごいから。確かに。また次回ガフロさんに登場していただくかもしれませんので、マウスピース戦ができればなと思っております。はい。そんな感じで番外編、今回は白芸研究室番外編ということで、急遽撮らせていただきました。皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。登録の方よろしくお願いいたします。それでは本日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。また。